はい、まずは皆様にお礼があります。2021年4月17日、この株じいさんチャンネルをスタートしました。32年ぶりにふとね、風を切ってバイクで走りたいということで、このスーパーカブをレンタルして乗ってみてね、もう株金に脳みそが侵されちゃいましてね、その後レンタルをしてキャンプをしたりして、もうこれはね、株買うしかないわということで、このクロス株を買いました。購入早々ね、転倒したりしまして、いろいろありましたけど、楽しめましたね。そしてウキウキルンルンワクワクの気持ちがね、だんだん高ぶってきて、北海道へ行きたいという目標ができました。それから長距離を走れること、バイクキャンプになれること、多くの荷物を積載できることなどね、いろいろね、準備をしてですね、練習も重ねました。特にね、重たい荷物を積載することに関しては、バランスですとか操縦性ですとか、いろいろ試行錯誤しました。それと重たい株でもオフロードをそこそこ走れることもね、慣れておきました。そしていよいよ北海道行ってですね、いろんな多くの方との出会い、本当に充実した1年でした。株との出会いで本当に人生が変わりました。そして皆さんの応援のおかげで、ついに登録者1000人に到達できました。本当に皆さんのおかげです。今後ともどうぞよろしくお願いします。前回の動画で、熊が怖いのでキャンプ場のど真ん中、周りをキャンパーさんに囲まれるようにテントを張ってるんですよっていうお兄さんの話聞いて、私笑っちゃったんですけど、なんとこのキャンプ場、以前は頻繁に熊が出てたと、そういう情報を視聴者さんからお聞きました。これ笑い話じゃなかったんですね。その話聞いてじいさん凍りつきました。熊には本当用心ですね。はい、ここから今回のハイライト、北海道ツーリング最終日のハイライトシーンです。北海道ツーリング最終日の後編、いよいよ現実に戻る時がやってきました。この最終日、まさかの事態が発生します。お腹も満たされましてね、さあ乗船までなんとまだ12時間ほどあるんですね。で、どうしようかなと考えまして、日本200名山の一つ樽前山、そして支笏湖へ行ってみることにしました。樽前山は苫小牧市にある日本200名山の一つですね。そして麓には支笏湖を抱えています。現役の活火山で、高さは1041メートルもあります。でね、この樽前山のアプローチには森林に囲まれた素晴らしい回送路を走ってですね、その後見てください。これボッコボコのオフロードを走るんですね。約2キロもあります。このオフロードの入り口にですね、何台か大きいバイクいたんですけど、躊躇して戻っていきましたね。でも株ならなんとかいけますね。こういった走行シーンで重積載のバランスの大切さを思い知りますね。途中転倒しそうになってね、ハラハラドキドキしながら登山口までようやくたどり着きました。この登山名簿に名前を変えて登山道を上がってきます。登山するための靴や装備ではないのでね、支笏湖を見下ろせる途中の休憩所まで行くことにしました。もし登山靴持ってたらね、頂上まで行きたいところですけどね。しばらく歩くと見通しが利く休憩所まで来ました。振り返りますと、はい、支笏湖が見下ろせます。真っ青で綺麗でしたね。で、この小休止できるベンチでちょっと休憩しました。もうね、じいさんぜーぜーね、息が切れてますはい、帰りですね。登ってきたオフロードを当然ながら下るわけですけれども、下りなんでスピードがどんどん乗ってしまうんですね。なのでブレーキを対応するので、もういつ転ぶかとヒヤヒヤで降りてきました。はい、ようやくオフロード抜けてですね、これから支笏湖を目指してこの爽やかな道を降りていきます。
途中で支笏湖へショートカットできる裏道の二歩走路見つけました。裏道大好きじいさん入っていきます。はい、こちらですね、支笏湖を見下ろせるビューポイントですね。観光客がたくさんいます。バイクもご覧の通り並んでますね。ご存知の通りじいさんは混雑が苦手なので、人があまりいないこのベンチ、ご飯のベンチを探しましてね、ここでしばらく支笏湖と樽前山を眺めながら佇むことにしました。太陽の日差しでキラキラと湖面が光る支笏湖、綺麗ですね。今日まで私と重い荷物を運んでくれたこちらに感謝ですね。10日間の長いような短いようなこの北海道ツーリングを振り返ってね、あれこれ初日から今日までのことをね、いろいろ考えてみました。反省やね、良かったことやね、いろんな思い出がよぎりますね。さあ、出発、フェリーの出港は夜1時。この時点でもまだ残り5時間ぐらいありますのでね、この後苫小牧市内のね、どこかで時間を潰そうと思います。はい、北海道最終日ですのでね、何かごちそう食べたいなと思いました。とそこにこの回転寿司魚べいが目につきました。私全く物知らずで、この魚べいというのは北海道の回転寿司チェーンだと思ってたら、なんとマナックモータースさんが教えてくださいました。これって全国展開してるチェーンなんですね。栃木が本店があるそうでね、ほんと知りませんでした。でここで美味しいお寿司をね、たらふく食べましたね。この最終日になってね、昼は海鮮丼、夜はねお寿司とね、もう一気にね豪華にシフトしましたね。じいさんにとってはこれはほんと豪華な夕食です。ここでなんだかんだ3時間ほど時間を潰しました。はい、夜の0時頃ですね。いよいよフェリーへの乗船ですね。ワクワクドキドキですね。デッキがね結構水で濡れてましたね。滑るんじゃないかとハラハラドキドキしますね。これ大きいバイクはね結構気を使うと思いますね。係員さんの指示に従ってエンジンストップ、ローギアに入れてハンドルロックしてサイドスタンドで止めます。行きに乗ったフェリーとこの帰りに乗ったフェリーとではフェリー会社さんが違いましてね、乗船までのプロセスの微妙に違ったんで、やはり事前に乗船の流れをね確認しておくっていうのはとても良かったなと思います。行きのフェリーは昼間の出港でしたが、この帰りは夜1時の出港ですね。見上げますとね、少し欠けた月が私たちの出港をね見守っていますね。はい、深夜1時ぴったりですね。無機的なライトで照らされる苫小牧港を出港しました。はい、船内のお風呂に浸かった後ですね、ビールとつまみで乾杯、一人の乾杯をしました。その後館内をちょっと回ってですね、もう疲れも溜まってましたし、早々に寝ました。はい、ぐっすりと泥のように寝てですね、翌朝はゆっくり起きました。でこの後ですね、衝撃の事実を知ります。今ねちょうど青森を越えてね、十和田湖の脇をね南下しているところですね。なんとですね、このフェリーは深夜便専用の船で、深夜出発便にはレストランがないんです。なんと自販機にこういったカップヌードルとかカレーライスとか温めて食べるものしかないっていうことを知りました。いやー、乗船前にあれだけ、乗船プロセスとか下見をしていたのにですね、まさか船内の設備を確認してなかったんですね。いやー、参りました。なので株じいさん、この後大洗の港に着くまで3食全部ジャンクフードを食べることになっちゃいました。株じいさんはキャンプの朝とかですね、
一泊とかで朝ジャンクフードを食べるのは全然 OK ですし、慣れてますけど、このね、帰りのフェリー、優雅に船旅を過ごそうと思ってたんで、まさかね、ここでずっとこのカップラーメン食べ続けることになるとは予想だにしてませんでした。やっぱ爪が甘かったですね。これからフェリー乗るときはね、船内の設備、レストランがあるのかどうかちゃんと確認して乗ろうと思います。今回のツーリング全行程を通して一番の反省点でしたね。はい、朝昼晩3食ずっとジャンクフードの試練を乗り越えてね、ようやく大洗港に着きました。いやー、もう早くね、家に帰ってあったかい美味しいご飯食べたいなって思いましたね。はい、これからフェリーを下船する準備ですね。また館内のね、床が濡れてますので十分注意してね、転倒しないように慎重に走らせてます。行きは新潟まで約10時間の長距離夜の走行でしたけれども、帰りは大洗から家までは約4時間と半分以下ですからね。とは言っても夜の走りですし、事故らないように慎重に走らせました。最後の最後でね、事故ってはね、元も子もありませんのでね。はい、北海道ツーリングなんとか無事に終えることができました。また明日から現実の世界へ戻ります。はい、ここから次回の予告編です。次回は今回の北海道ツーリングを振り返って、いろいろな切り口で良かったこと、学んだこと、気づいたことなどを皆さんにお届けしていこうと思います。はい、噛みました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録にいいねをどうぞよろしくお願いします。